質疑応答の前にまず今日の会を振り返って一人一言ずつ深澤さんから。もう私からですか。あ、僕中村さんから。最後がいいな。最後がいい。っていうか、はい。こういう会を催したので、ご登壇いただいた皆さんにデザインサイエンスが何かっていうのはいきなり聞くのはちょっと大変なんですけど、今日のこういう催しに対してとか、いろいろ感じられたことがあると思うんで、まず非常に短くちょっと端的に面白く言ってほしいですけど面白く言った後にそれを聞いて皆さんが面白く質問してほしいというのが狙いであります。ゆうごさん、はいどうぞ。すごいハードルが高い注文が瞬間的に来て、特に対応はできないんですけど、そうですね、すごく面白かったですで、そうですね、こういう30分ぐらいで端的にこう自分がやってることか考えてることを言い合う場っていうのは、例えば学会とかそういう場所ではあると思うんですけど、僕みたいにデザイン業をしている時が実はあんまりない空間ではあるので、とても新鮮でよかったなという、うん、という当たり障りのないことをでお話していただきます。ありがとうございます。新山さんは僕修士の時のあれだよね、審査者で、新山さんのね、修論だよな、修論がね、うちの南土にありますいや、南土にはいい論文だけは置いたんですけどねでもね、今日の話みたいにずっと今のところまで、現在の地点まで、最初の幼かった新山さんを知ってて、その方がここまで来たっていうのを伺えたのはね、すごくなんか今日がなければ体験できなかったなっていうのはそう思いました。ゆうごさんはね、僕もう10年近くあれだよね、横で顔見てて、頭をささなしたなっていつも思ってたけども、そうでもないってことがねそうでもないってことをはっきり自分で言ったってことがすごく嬉しかったし、ゆうごさんは深澤さんにいつもなんかね、自分のすごいね、すごい今日やったすごいやつをね見せて、入試なんかの間にね、2人ですごい喜んでんだけどちょっと入れてもらえなかったの。でも今日はめちゃくちゃ普通の感想を言ってますねそういう人間なんですそれでゆうごさんっていう人がなんだっけ、お城のあれから始まってあんなとこまで行った人だっていうねことが分かって、2人は分かったということでよかったです。で自分はね、やっぱりここで喋るって常にそうなんだけども、福田さんすぐ書けとか喋るとかって言ってくんだけども、デザインサイエンスってところで理事をやってるっていうことについては、なんかちょっと申し訳ありませんっていうところがあるんですけども、今日も喋ったことも何かデザインサイエンスの関係してそうに喋ってるけども自信ないんですけども、なんか関係はあるだろうと思って一応話は作って気合で喋りましたってとこぐらいかな。で近藤さんの話は全然分かんなかった。いやテーマは分かる、バカじゃないから分かるんだけども、そっから先のなんか展開のところがやっぱりちょっと違う、違う世界にいる人だってことは分かった。深田さんはね、いつもはもう少し緩んだことしか喋らないんだけど、今日はかなり一つ一つコンクリートな意味を持っていたっていうですね、その感想ってそういうことだよねすいません、まとめられないんで申し訳ないです。一応許してください。はい、ちょっと何言うか難しくなってきましたけど、私一番先に喋ったので、皆さんが何喋るかって何も知らずに
むしろ何喋ってくださいも言われずに来て喋って、でも皆さん感じたと思うんですけど、なんとなくこう共通するものは感じますね。それはその話したこと以外の、何かってことで、佐々木先生の言ってたそのミディアムみたいなものがなんかこう流れてるような気はするんですけど、それが何かっていうと分かんないんですけど、なんかこのもうちょっとつかみたいなと思います。はい。なんか分かんない話ですいませんでしたあのそうですね、感想ってとっても難しいんですけれども、2つ思ったことがあって、先ほどもちょっと申し上げてたんですけれども、ここはずっと会議ばっかり毎日やってるので、すごく僕会議出るんですね。でなんかすごく違う会議でした今日の会議は、こちらは。でなんかこうカチッと枠がないし、どういう関係があるのかあんまりよくわからないんですけれども、ただ、何か、ちょっと定義できない軸で、ちょっと共鳴する部分があって、なんかもしかするとこれ後になると何かこう共通項が見えたり、なんかそこのコラボレーションで次のものに進んでいったりするのかなと。でそういう意味で言うと楽しかったり人がチャーミングだったり、面白かったりすることは、そういうことをやるためにとても重要なエネルギーになるので、そういうことがすごくあってものすごく可能性があるなっていうふうに思いました。多くの会議はすごく立派なんですけども、二度とその人たちと会いたくないっていうものもあるので、そういう意味ではもう次ももしかしたらここに次は美味しい食事なんかもあったりするとパッとまた、あるのかなという意味で、そういう意味で場のデザインとして非常に興味深かったというのが一つと、あともう一つはその非常に分野が違うので関係が見えにくいんですけれども、逆にそういうことをあえてやろうというくらい答えが見えない時なのかなと。見えるものだと解けないっていうことが分かってきてるっていうこともだいぶあると思うんですね。ですからそういう意味で言うと本当に20世紀の初めのバウハウスみたいなのも非常に時代の転換期の時にカリキュラムを全く新たに作り直したりとか、ここも実は戦後にグローピアスが、ハーバードで建築の新しいカリキュラムを作る前に日本に1ヶ月くらい滞在した時、ずっと国際文化会館がそれを取りまとめをやってて、1950年代の話なんですけれども、でもやっぱりこう新しいものを作ろうとするとあんまり従来の、フレームワークでいうと説明できないようなものでもそれがある時代で次の型になっていくっていうものはあるので、最初のその楽しさも含めてずっとやってると、いつかこのデザインサイエンスが100年前のバイハウスみたいにカリキュラムにはなんなくてもいいんですけれども、そういう今まで重視されてなかった要素が実はクリティカルだし、その連携の仕方とか表現の仕方が違うものを求めてたんだっていうものが出てきたりすると、本当に可能性が出てきて、希望を持てるなっていうふうに思える、そんな感想を持ちました。ありがとうございます。今回この登壇者の皆様もそうだし自分もそうなんですけど、感想をっていうかお話を聞いてみると、言語作りだとちょっと思いました。新しい言語を作ってその定義というか概念を分かりやすく伝えるっていうことをやられているっていうことが分かりました。私も実は今日の発表のために一生懸命言語を考えたんですけど、どれが伝えやすいかってなると、日本語でそのまま書くよりも一回英語化して英語化したものを日本語に戻すっていう行為がすごくあって、昨日それを一緒にやってくれたイスラエル人の女性がうちに一緒にいるもんですから、彼女とはいつもそういう話してるんですけど、その疎通っていうのはやっぱり言語ですけれども、言語も今までの
使ってた単なる日本語っていうものでなくなってきて多言語になった中にある意味みたいなものの項を見つけないとなかなか伝わりにくいなっていうことがあってる矢先にチャット GTP みたいな非常に整然と書ける言葉が出てきたりして、それはやっぱりそれはすげえ頭いいなってまず思ったんですけども、それがさらに今度は崩れてどうなってタメ口になったらどうなってくるのかとかいろいろ考えるとちょっと面白いことになってるんですけども、まあ最近自分がデザインした椅子のハマミラから出したんですけど、アメリカの椅子なんで名前つけなきゃいけないっていうんでアサリっていう名前になったんですね。僕がつけたんじゃなくてアメリカがつけたんですけど、その説明が長いこと全部文になってるんですよね。なぜかっていう。でそれを読んだらこれはチャットが書いてるなってすぐになんとなく思ったんですけども、明確には分からないんですけど、そういうことをやる会社っていうのはもう当たり前になってきていて、その中には私がデザインしたという日本人がデザインしたということもあり、なんとかもありなんとかもありってすごく整然と書いてあるってことがあって、なんていうかな、自分の概念考えを整理するっていうために言語化する、その AI が使われるっていうこともすごい大きな、発展じゃないかなっていうことをなんか思ったりもしました。やっぱり言えないことがスムースに言えるっていうようなことができるかなみたいなことはちょっと感じましたね。今日も皆さんとても分かりやすく説明していただいたんですけど、実は言ってることは相当難しいことを今日語り合ってるわけで、こういう機会をもっとたくさん持てればいいなというふうに思いました。ありがとうございました。ではこれより会場から、ご質問をお受けいたしますので、ご質問ある方挙手にてお願いいたします。今自動運転とかそういう自動でいろいろ止まったりとかハンドル回したりとかそういうする車は今どんどん世の中に出てるんですけど、そこに入れるコンピューターとかあとそこのソフトウェアとかを今作ってるっていう仕事をしてます。で今日のお話ってちょっと自分は全然分かんない話なのかなと思ってたんですけど、なんか今日ここに来て聞いてみたらすごい面白い話で、なんかだいぶ刺激を受けましたっていうところなんですけど、どの辺がそうだったかって言いますと、なんか今やっぱり AI 作るって先ほど近藤さんもおっしゃられてたように、もうやっぱりなんか中身見えないんですよね。結構膨大なデータで学習して、で膨大なパラメータ使ってで、いろんなネットワークがあってみたいなことでなんとなく理屈は分かってるつもりなんですけど、結果としてなんかうまく動いてるっていう状態があるだけで、僕らそれをなんかやっぱり人の命を守るみたいなところで使いたいっていうところが、僕そういう仕事結構好きなんでそこをやってるんですけど、そうなると AI に間違わせられないっていうところがどうしてもあって、でもそうなると AI の中身をしっかり理解したいみたいなところが当然思うわけなんですけど、中村先生おっしゃられてた複雑で曖昧な全体性を個々の具体性から理解するみたいな、僕もずっと工学やってたんですごく共鳴したんですけど、なんか AI の世界になってくるとだいぶそれが破綻しちゃってきてるなって思うんですよね。個々の具体性って、例えばディープニューラルネットワークってそのニューロンっていう一つの素子を人工的にプログラムで模倣してすごく単純なことをやってるだけなんですよね。足し算したり掛け算したりっていう単純なことをやってるニューロンっていう素子をいっぱいつないで膨大な数つないで足し算したり掛け算したりっていうそれを繰り返してるだけなんですけど、それが一個一個を見たところで結局何が間違ってどう間違ったのかが全く分かんなくて全く直しようがないみたいなところが今現状で起こってて、でちょっと結構喋りたくて喋ってるんですけど僕ら
結構いろいろ実験者仕立てていろんなセンサーつけて、で世の中日本走ってアメリカ走って韓国走って中国走ってヨーロッパ走ってみたいなところでデータいっぱい集めてきて、そのデータを持ち帰ってでいろんな人にお願いしてこう教師データっていうんですけど、ここが人間だとかここが白線だって言って色塗りしてもらうんですね。でその色塗りしたデータを教師として学習して、いっぱいコンピューター回すんですけど、恐縮ですが、どなたに何を伺いたいかっていうのをちょっとズバッと言っていただけると助かるなといや思うんですけど、なんとなくディスカッションのちょっとネタみたいなところをちょっと喋りたいなと思ってるんですけど、言いたかったのはなんだろう、その機械を理解するみたいなところがこれからすごく重要になってくるのかなと思ってて、でそのインテリジェンスみたいなところ、僕らメーカーだと品質保証したいんですけど、理解する手立てっていうところがやっぱり困ってるんですよね。もうなんかエンジニアリング的には結構限界に来てて、なんかそこをブレイクするようなアイデアが欲しいなと思ってて、でそこでなんか今日いろんなお話が聞いてなんかちょっと刺激を受けたんですけど、なんか全然ちょっともやっとしてて何がどうしたらいいのか分かんないんですけど、なんかどう考えられますかみたいな、ちょっとすごくぼやっとした質問なんですけど、そういうなんか全体からこうみたいなところで従来のその手法が破綻した世の中でなんか新しい手法ってとか新しいデザインメソッドみたいなところってなんか思いつきませんかねみたいな。今おっしゃったことで僕が一番興味があることの一つっていうのはそれで日本でいろいろいい議論ができればというふうに思うのはやっぱり国によって違うんですけれども、機械に求める精度が人間より高すぎるんだと思うんですね。でそれが何でなのかっていうのが僕にはあんまりよく分かっていなくて、いろいろな多くの実験で多分3年から5年後を想定すると、多分自動車の事故率なんてねもうすでにそうですけれども、今人間が起こしている事故よりも事故率がロボットで低くなることは実現しているかも見えていて、だけどロボットになると許さないんですよね。でその辺がでも人間社会ではもっともっと例えば洪水のコントロールをしよう、今の土手よりももっといい例えば土手の破損の予測ができるっていう機械ができた時に、人が間違いを犯すともっと間違いが起きてもっと人が亡くなるんだけど、なんかの処置があるけどロボットがもっともっと事故を少なくしてもロボットだとこう許さないっていう、そんなロボットを出していいのかっていう。であとそのロボットを使う時のそのロボットへのある意味で圧倒的な優位性に立ちたいっていう欲求だとか、僕はだからそういう意味では今おっしゃったことをすごくこう根源的に考えると、非常に能力を持つロボットっていうのがたくさん出てくるときに、ロボットというものと人間の関係っていうのをそもそもこうなんかメタレベルで個別のこの領域でどうやって安心して全部導入できるかということよりは、そういうところの一種のロボットと人間の神話なのかもしれないですけれども、そういうものをもう一回作り直さなきゃいけないし、ドラちゃんなんかはもう圧倒的に人間よりのび太より能力あるはずなのに、のび太のために一生懸命いろいろやってくれてるわけですよね。だからそういうのび太が家にいるドラえもんがいる家にいるのはいいというようなこと、そのあたりを設計しなきゃいけなくて、でこのあたりの設計というのはエンジニアの人っていうのはすごく苦手なんだと思うんですね。おっしゃる通りですからはい、なんかやっぱりそこに文化人類学者だとかデザイナーだとか違う人たちが入ってきて、そこを違う形で定義しなきゃいけないなっていうのをすごく今あらゆるテストをやりながらチャット GPT なんかもほとんどのもので 99% の人間よりできることが証明されても、基本的にはそれを受け入れるかどうかっていうのは人間社会の問題なので、というふうにちょっと感じています。はい、なんかすごくおっしゃる通りだなと思ってて、ちょっとエンジニアリングではもう解決できないところをなんかこうデザインの力とかで、社会とかマインドを変えるみたいなところも一つあるのかもしれないんですけど、そこで両方初めてこう合体することでこうなんかもうクリティカルなところにも AI どんどん導入できる社会になっていくのかななんてちょっと思って聞いてましたっていう、すいません感想でした。僕の
感想ですけどおっしゃるように今日実はもうちょっと話そうと思ってて、ちょうど今僕その生成 AI でなんかこうミュージックビデオみたいなのを作っていて、で結構こう難航していて、月曜日ぐらい、来週の月曜締め切りなんだけどどうしようみたいなそういう感じなんですけど、何で難航してるかというとですね、やっぱりさっき言ってたそのこと善みたいな話で、何か仕組みを単位を知ってそこにアクセスしてそれをうまいこと使いこなしたいみたいな、まあこう昔ながらのエンジニアリングの方法論でいうとそういうことを思うわけなんですけど、やっぱそれがわからないっていうか、もちろん仕組みとして概念としてはそのノードがあってみたいな、まあ、そのコードさせてみたいなのも理解はできるんだけど、実際わかんねえみたいなところがあり、結局こうなんか謎のブラックボックスにポンって投げたらポンって返ってきて、おおでポンって返ってポンって返ったらおおっていうのをひたすら2ヶ月ぐらい繰り返してるとなんか全然収集つかなくなってるみたいな状況なんですけど、でもまあ願望としてはですね、なんかその AI に対してこうクリエイターとしてこうマウンティングしたりとかメタレベルに達したいみたいなことですね。だからその僕は例えばプログラミングはするんですけど、まあ、さっき言った僕の個性が強いエンジニアなのであんまり中身そんな分かってないコンピューターがどう動いてプログラムが実行されているのかもなんとなくしか知らないし、なんならソフトウェアレベルでもどう動いてるのかも分かんないけど、こうしたらこういう結果が出るっていうことだけでやってるっていう、要するになんかコンピューターとかプログラミングとかソフトウェアデザインっていうのがある意味だいぶ抽象化されてるんですよね。で中身わかんないけどこうなったらこう返ってくるだろうっていうことだけを知ってそれだけを頼りにやってるっていう状態で、僕らぐらいの人でもそういうレベルになって多分そういうのが生まれてコンピューターみたいなものが生まれて、まあ何十年か経った上でこう今のことが達成されているので、 AI 的なことも今はなんか出来たてでなんかどう扱ったらいいんじゃいみたいなことになってるけど、もうちょっとメタレベルに立ってなんかよくわかんないけどこうしたらこうなるっていうものとして扱い方が分かってくるのではっていうのは思うけど、それを、この土日では解決しないのでとりあえず出すかと、今のバージョンを出すかっていう感じです。はい、ありがとうございました。ちょっとお時間に限りがあるので次の方お願いいたします。アルファドライブという、新規事業開発の会社とニュースピックスというメディアの会社の中でデザイナーをやってる、村木と言います。今日はすごい楽しい時間ありがとうございました。いい意味でなんかこう最初期待してたイメージと違う回で本当に皆さんがチャーミングですごい柔らかく楽しい時間になりました。僕も先日深澤さんとこちらにいらっしゃる永井和文さんにちょっとイベントに登壇していただきながら、ちょっと今回と近いような形でお酒を飲みながら緩やかなイベントを開催させていただいたんですけども、ちょっとそこともつながる中でのご質問なんですけども、本当にこうデザインサイエンスっていう価値観が非常に魅力的で、ただなんかここにいる人たちだから分かる部分っていうのも結構あるのかなとは思ってまして、なんかその個としての複雑性の部分と、抽象的に見た中でのなんかその創造的な部分っていうところが、デザインと社会とそのエンジニアリングみたいなところがなんか一定なんかこう理解を持って興味がある人だからこそ分かるのかなと思っていまして、このデザインサイエンスっていう価値をこれ深澤さんにちょっとお伺いしたいんですけども、こう一般世の中にどうやって伝えて実装して価値を世界中の中でこのデザインサイエンスという価値が僕はなんか広まることがすごいこう新しい世の中を作っていく大切なことなのかなと思うんですけども、どういうふうに広げていくかみたいなところをイメージを持たれているのか、ちょっとお伺いしたいなと思いました。デザインということ自体はやっぱりすごく
いいことをやってることだと思うんですよね、人にとって。でもそれがそういうふうな概念では伝わってないっていうのが今の現在だと思うんですよね。でそれはなぜかというと経験がないからなんです。デザインを経験してない、実は日常の中で。ですごく特別なことなんですよね、デザインを経験するっていうこと。経験してるようだけど実は本当の綺麗な本当のいいデザインっていうのを経験してない。でそれなぜそう思ったかっていうと YouTube でショパンの曲が違うピアニストが30人ぐらい同じ曲を弾くっていうシリーズがあるんですよ。最近それを聞いたら目をつぶって聞いてるとどの曲が一番どのピアニストが一番自分の胸に刺さるように弾いてるかっていうのが分かってくるんですよ。でそれはきっと僕だけじゃなくて全ての人が分かるんじゃないかなってちょっと思うんですよ。でもそれ聞いてみないとその答え出ないので、やっぱデザイン経験してないんでいいところにちゃんと連れてってあげると、いい経験をさせてあげると自分の生活レベルは国に頼ってやってもらうよりはるかに良くなるはずなんですよ。その経験がないっていうのが今の大きな問題だ。でもデザインっていうものは存在していると。でも知らないんですよ。その良さを知らない。まずそれを自分で自ら知らせるっていう活動をやらなきゃいけないっていうのがこういうものの集まりの使命かなと思いますけど、ちょっとそれを今のテクノロジーを使えばできるんじゃないかなっていうふうには思いますけど、その YouTube 見た時にそれだけのことが分かっちゃうっていうことはこれが美味しいかっていうようなワインの飲み分けみたいな難しいことではなくて、もうちょっと単純なことだと思いますけど、経験させる場がないっていうことがないんで場作りをしたっていうのが今回の一番の大きな目標だと思います。お時間になったのでまだまだお聞きいただきたいことならたくさんあるかと思うんですけども、最後に、深澤さんより閉会の挨拶を一言お願いできればと思います。今日はお父さん男者の皆様と皆様お越しいただいてありがとうございます。これからもこの活動を広げて本物にしていこうと思いますので、これがただみんなの楽しい集まりで終わらないようにやはりシビアにこのいい活動を社会に還元していきたいというふうに思いますので、今後ともぜひ参加していただいて輪っかを広げて、分からない人は来ないようにしてくださいっていうことじゃなくて、こういう時間を持とうと一緒に持って考える時を一緒にシェアしましょうということで、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。本日は東西大にとっても第1回となる、デザインサイエンスアカデミーでしたが、非常に実りある時間を、皆様とお越しいただいた皆様とご共有できて大変嬉しく思いました。今後ともぜひ、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。